皆さんこんにちは、こんばんは、りょうです。今回は栃木県の湯西川温泉へやってまいりました。湯西川温泉は日光や鬼怒川のさらに奥にあり、まさに秘境と呼ぶにふさわしい場所です。そしてここは壇ノ浦で敗れた平家の落人が切り開いたと伝わる地で、かやぶき屋根の集落を再現した平家の里は人気の観光スポットになっています。今回宿泊するのはその子孫が江戸時代初期から受け継いできた深い歴史のある宿です。宿の目の前には湯西川の清流を望み、大迫力の氷瀑は幻想的な世界を演出してくれます。時空を超えた趣のある館内、宿の象徴でもあるかずら橋を渡った平家隠れ館で楽しむいろり懐石、源泉かけ流しの露天風呂付き客室など、今回も見どころ満載ですので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。それでは早速宿をご紹介していきます。今回宿泊する宿はこちら、本家万久さんです。漆黒の木材が目を引く歴史を感じられるエントランスですね。樹齢数百年は優に超えると思われる切り株のオブジェも迫力があります。平家の家紋揚羽町も格式の高さを物語っています。チェックインを済ませると迎え太鼓でお出迎えしてくれました。そして本家万久さんは人気温泉旅館ホテル250選でなんと26年連続5つ星の宿に認定されているようです。建物を支える大黒柱は樹齢500年の姫小松。その大黒柱を伝った吹き抜けは圧巻です。単なる温泉旅館のスケールをはるかに凌駕しています。いろりにはちゃんと火が入っていて温まることができます。さらに奥へ進むと、湯西川にかかるかずら橋と氷瀑が眼前に広がり、夜には幻想的な世界を演出します。このラウンジではおしゃれなカップで紅茶やコーヒー、お菓子なども提供しています。ラウンジの反対側には平家にまつわる宝物館があります。平家物語に関する絵画や先祖代々伝わる遺品などを展示しています。こちらは高貴な方が乗馬で使用する蔵で、この地へ落ち延びた平忠房公のものと伝えられているようです。まさに本物の歴史を感じることができる宿ですね。次にお土産売り場を見てみましょう。数々の郷土品や湯西川限定のお酒、本家万久さんオリジナルの焼酎や唐辛子など様々なお土産を販売しています。2階へ上がってみましょう。2階から見下ろす吹き抜けも素晴らしい景観です。こちらにはライブラリーもあり、風情のあるテーブルで読書を楽しむことができます。それではお部屋へ向かいましょう。かやぶき屋根や土壁まで配した風情豊かな客室もあります。ここまで本格志向の旅館もなかなかないですよね。今回宿泊するお部屋は花瀬という露天風呂付き二間続きの客室です。旅館らしくお部屋の手前にサニタリーがありますね。畳敷きの洗面室がいい雰囲気です。老舗の温泉旅館といった感じです。アメニティ類は一通り揃っています。そして洗面室の隣にトイレがあります。それではお部屋へ入ってみましょう。広縁部分を含めると実質12畳以上の広い和室です。銘木を使用した床の間もいい雰囲気ですね。天井の梁にもおしゃれな木材が使用されています。暖房器具は床置きタイプなので足元が寒くならないです。日当たりもいいですね。そして窓の外には風景画になりそうな絶景が広がっています。すべての客室が湯西川に面しているというのも魅力ですね。お次は寝室を見てみましょう。2つのマットレスを配置した和室です。マッサージチェアもあります。とても落ち着きのある寝室でしたので、ぐっすり眠ることができました。それではお風呂を見てみましょう。
お風呂の入り口にも洗面台があって便利です。一つ目のドアを開けると内風呂があります。ヒノキ風呂になっていて気持ちよさそうですね。そして2つ目のドアの先に露天風呂があります。風情のある階段、ワクワクしますね。階段の途中に暖房器具があるので裸で移動してもそれほど寒くないです。現れたのは石造りの露天風呂です。川沿いの露天風呂ですが、壁と屋根でしっかり囲われているので風雨にさらされる心配がないですね。湯船は2人で入れる広さがあります。源泉がなみなみとかけ流されています。そして湯西川が間近を流れる本格露天風呂。少し覗き込むとかずら橋と氷瀑も見える素晴らしいロケーションです。かなり厚めの源泉なので自分で加水調節できるようになっています。正直なところ湯もみ程度では全く冷めない温度です。加水すると温泉成分が薄まってしまいますが、その分かけ流し量も多いので問題ないかと思います。続きまして貸切風呂をご紹介します。貸切風呂は2つありますが、どちらも同じ広さと景色のようでしたので、今回は花満月という露天風呂の方を選びました。貸切料金は45分で2200円です。庭石と木造の小屋で囲われた風情ある露天風呂です。湯船も広いですね。目隠しは川を眺める部分が開放されています。泉質は無色透明のアルカリ性単純泉です。pH 値が 8.7 と高めなのでお肌の角質を分解しやすく、美肌の湯と言われています。またほのかな温泉の香りも絶妙で、いつまでも入っていたいお風呂でした。たっぷりと温泉を満喫した後は夕食です。夕食はこのかずら橋を渡った先にある平家隠れ館でいただきます。とても迫力のある橋ですが、元祖かずら橋は徳島の祖谷にあり、日本三大奇橋の一つとなっています。橋の由来は源氏の追っ手から逃れるため切り落とせるつるで橋を架けたと伝わっています。そしてなんとそのロマンに思いを馳せ、本家万久さんは祖谷のご協力を得てこの場所にかずら橋を架けてしまったのだとか。平家の伝承を守り抜く信念が伝わってきますね。夕食会場の入り口も石垣のある階段に圧倒されます。めちゃめちゃいい雰囲気ですね。食事会場は大会場と個室所があります。個室所を希望する場合は個室ありのプランを選ぶ必要があるので、予約の際注意が必要です。そして夕食は炭火いろり焼き懐石料理です。いろり懐石は初体験なので楽しみです。まずは美味しい柚子酒で乾杯です。こちらが前菜です。お豆腐や雑炊、カステラなどユーモアがありますね。そして日光の湯葉刺し、めちゃめちゃ長いですね。こちらは竹筒で温める熱燗です。お酒弱いのに面白そうなので注文してしまいました。嫁さんの方は強いのでたくさん飲んでもらいます。お作りは栃木の名産ヤシオマスと大イワナ。大イワナは酒科の魚なのに白身なんですね。それではいろり焼きを食していきましょう。ヤマメかな。川魚はこういった時にしか食べられないので嬉しい一品です。こちらは鹿肉です。完璧な山の料理ですね。そして湯西川の郷土料理磐梯餅です。磐梯餅はいろいろな食べ方があって、最後の方にご紹介する汁磐梯餅はとても美味しいです。こちらは本家万久の女将が開発命名した一生ベラです。鶏と山椒と味噌が練り込んであります。ちょっと焦がしてしまいましたがお焦げも美味しいです。こちらは栃木和牛のローストビーフ。高級お肉はテンション上がりますね。そしてなんと日光霧降高原牛の串焼きまで来ました。贅沢の限りです。お肉を焼いている間に熱々のお鍋をいただきます。お次は煮物です。大きな湯葉揚げが入っています。かなりお腹がいっぱいになってきましたが、お肉がいい感じです。柔らかくて絶品です。そして締めのご飯です。
デザートはオレンジ、いちご、3色団子でした。いやー、今回もボリューム満点の絶品料理で大満足でした。お値段的にそこまで高い宿ではないので、食事はあまり期待していなかったのですが、嬉しい大誤算でした。初体験のいろり焼きも楽しかったです。お腹を満たしたところで、湯西川名物の鎌倉祭りを見に行きます。歩いて行ける距離ですが、本家阪急さんではシャトルバスを出してくれます。寒いのでとてもありがたいですね。湯西川の鎌倉祭りは主に河川敷と平家の里の2カ所で開催されています。まずはメディアでも多く取り上げられている河川敷のミニ鎌倉から見学します。何個あるかわからないくらいたくさんの鎌倉が遠くまで続いています。この鎌倉は地元の方が全部手作りしてくださっていて、明かりも一本一本ろうそくを灯しています。お次は平家の里へ行ってみましょう。こちらは昼間入場料を払うと夜も再入場できます。関東なのに本格的な雪国のイベントを見れるなんて素晴らしいですね。今年の開催期間は1月31日から3月2日まででした。開催期間が1ヶ月しかありませんので、鎌倉祭りも見学する場合はお早めに宿を予約することをお勧めします。私たちが訪れたのは最終週の週末でしたので、結構混んでいました。会場から歩いて帰ったところ、いい感じの散策路を見つけました。この道は宿のすぐ横の橋につながっていて、ロマンチックな景色を見ることができます。それではまた温泉で温まって休もうと思います。今回も快晴に恵まれました。もう晴れ男と言ってしまってもいいかもしれません。橋の上からの景観も素晴らしいですね。それでは朝食へ行きましょう。朝食は夕食とは別の会場でいただきます。そして個室夕食プランで宿泊すると朝食も特別会場になるようです。入り口が洞窟のようになっていて、こちらもワクワクしますね。そしてなんと氷瀑を間近で見ることができる座席をご用意いただきました。素晴らしすぎて感動してしまいます。朝食は和食になります。すっかり高級食材になってしまったサラダ、ブルーベリーとキウイのヨーグルト、熱々の湯葉もあります。お好みで納豆やプリンも用意されていました。絶景を楽しみながら今回も美味しく完食しました。ラウンジで美味しいコーヒーをいただいてチェックアウトします。はい、今回は栃木県湯西川温泉にある本家阪急さんをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。もし今回の宿が良かったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願い申し上げます。今回はいつもと違っておしゃれやラグジュアリーさを求めるのではなく、雪深い秘境にある日本の伝統旅館をご紹介したく、本家阪急さんを選びました。初めてこの旅館を訪れましたが、想像を超える景観、ノスタルジックな館内に圧倒されてしまいました。徳島の祖谷からわざわざ職人さんを呼んで再現したかずら橋、そして迫力満点の氷瀑は唯一無二の絶景を提供してくれます。そしてその絶景を眺めて楽しむ温泉もまた格別でした。お料理も質量ともに素晴らしく、接客も気持ちがこもっていて、とても居心地が良かったです。安っぽい言い方になってしまいますが、コスパが良いどころではない超絶付加価値の高い伝統旅館でした。リピート客が多いのもうなずける宿で、私も自信を持ってお勧めできます。アクセス方法ですが、東京方面からお越しの場合、東武鉄道の特急からバスを乗り継ぐのが便利です。
まず東武浅草駅から特急リバティに乗りますと、湯西川温泉駅まで乗り換えなしで約2時間30分で到着します。そこからバスで約20分、本家阪急さん前がちょうどバス停になっています。また鬼怒川温泉駅で乗り換える必要がありますが、スペーシア X を利用するとラグジュアリーな鉄道の旅を満喫できます。ただしバスの本数が少なく、タクシーもほとんど走っていないので、ハイシーズンに訪れる場合は時間をずらすなどの工夫が必要と思います。お車の場合、東北自動車道の西那須野インターチェンジを降りて、塩原温泉と中三依温泉を経由すると1時間ちょっとで到着します。最後に近隣の観光スポットをご紹介して、この動画を終わりたいと思います。汁がすごい美味しい。わかりました。絶景。